教室の久保田です。今回は肩の動きを説明します。腕を上げるときに肩が上がる人が多いです。そういう方、肩こりだったり首のこりだったり、頭痛があったりとかする人がすごく多いんですけれども、私が言う重みが上という動きをする方がいます。で、実際にどういう動きかというと、ちょっと肩の高さを見てください。後ろの背景で山のラインがあると思うので、そこと比べて肩の高さを見てくださいね。今から腕を上げようと、右腕を上げようとします。いきます。こういう上げ方です。わかります？ちょっと手が上がる前、腕が上がる前に肩を少し上げていく人がいるんですよ。この人は肩のこりがあるはずなんですよね。こういう人は肩のこりがあるはずです。肩、または首、もしくは片頭痛。こういうタイプ。湯飲みとか持った時にこうする人いますよね。こうしてこう飲む人。こういう方も肩のこりはあるはずです。順番的に肩上げた後に腕を引っ張り上げるような感じの使い方をします。これがまたこのポジションというのは私が言う怒り型になるので、このポジションから動くとどうしても肩の動きが狭くなるんですよね。どっちかというと脇が締まる方の動きになるので、こういう大きな動きができなくなってきますね。上に上げてしまうと、これの範囲が自分では大きく動かしているつもりがものすごく狭いということです。でも動かなくはない。ただ動かしすぎると、肩の上側、この辺が痛くなると思います。この辺こうやってぐりぐりこう動かして、でしかも回旋運動をさせてしまうと、ものすごく上の方は上から後ろ、この辺りですねがすごく痛くなると思います。カチカチこう音がするというか、引っかかりがあるような感じになってくると思います。で、それではなく正しくはですね、この肩のラインを見てくださいね。肩を少し落としてあげる。これは正しい上げ方になります。この肩のライン落とし、この状態からちょっと下げて手先を上げ出す。これは高く上がる腕になります。これは上げたつもりがもう上がらない。で、よく肩が痛くて腕が上がらないとかっていう方がいるんですけども、そういう人はほとんどがいててててててってこうするんですよね。もうこれ以上上がらないって、腕がもうこれ以上上がらないって言うんですよね。肩を上げてるのに。そもそも肩を上げると腕は上がりませんからね。これっていうのはなんか下をグッと下に押さえつけるような、固定するような使い方ならまだいいんですけども、腕を持ち上げる方のポジションではないんですよね。これだと上がらない。でも低くすると上がる。だからもし肩こりがあって腕が上がらないって思ってる人は一度試していただきたいですね。一旦ちょっと肩を下に緩めて手を上げる。左手で少しちょっと下に押してやる感じにしといて手を上げると意外と上がるはずなんですよね。手先が上がった後にだんだん肩も最後に上がっていく。で、脇腹がちょっとこうスーッと伸びたような形になると思います。よろしいでしょうか。で、それでそういう方の動きでテニスも考えていただきたいんですよね。一旦下げてあげる。例えば、分かりやすいのでいけばボレーですね。フォアのハイボレーなんかでこうする人がいるんですけどね。左を落として右を上げて、でそれから打とうとするんだけど、これラケット、前にはこう出ないんですよね。肩上がってると前には行かない代わりに下に行くんですよね。下にこういう叩き方しますよね、肩が上がる人は。でも実際肩が落ちる人っていうのはこういう形で構えといて、落とした形で構えといて上を取りに行きます。落としといて上取りに行く。上げといて上取りに行かないんですよね。後ろから見ると間違いはこっちです。これ腕出せないんですよね。自由が利かないんですよね。こう構えた後、球がちょっと横だったと思ってもやりにくいんですよね。でもこっちで構えると、ここはなだらかになってて、融通があちこち腕が回るような状態になっているので、多少ずれても打てるんですよね。で、その時まず最初にこれをやろうと思っても、肩が上がってる人っていうのはなかなかこれを落とそうと思っても落ちないんですよね。じゃあどう考えるかというと、
左肩を上げといて構えようとした方がいいですね。ボールが上がったとしたら、こう構えると、こっち側上げて構えようとする。で、左でもちょっと高めに上げようとすると、こっち側が勝手に落ちるはずなんですよね。こっち側を上げて、こっち側も上がったっていう人はまだ見たことがないんで、大体両方上げる人はいないんですよね。どっちかが上がってどっちかが下がるっていう風になると思うんで、何もラケットとか持ってない、左肩の方を意識して上げとくと、こっちはかなり収まると思います、この状態で。これでまずラケットが立ったこの形から手を差し込んでいってほしいですね。高めの球でこうやって肩を上げずに落とすようにね、で構えれるとだいぶ融通が利くようになるし、構えた後前にも押して叩けるし、こういう打ち方ではなくてね、こっちになってくると思います。これはラケットフェースが上がってそのまま面が残っていくで落としていく方の打ち方。これはこっちが肩が上がっていく方ははたく方ですよね。はたくというのは上向きと下向きが激しいですからね。だからこれやる人ってとんでもないミスすると思うんですよね。もうネット間際のもうふわっと浮いた球をバシーってネットをかけたりとか、簡単な球を上にボコーンとバックフェンスまでぶっ飛ばしたりとかする人がこういう方です。左が落ちて右が上がってこういう方です。でこれハイボレーなんかの時本当によくこの動きあるんですけども、これ絶対まずいのは、じゃあハイボレーだと思ってスマッシュだったらじゃあどうすんのって話になりますよね。こうやってやっぱスマッシュだったと思うときこの肩から触れないんですよね。でも落とした方のこっち側の肩だったら、ここからハイボレーだとこう思ったけどやっぱり余裕があると思った時はまた叩けるんですよね。でその辺のことを考えると、落ちた肩の方が足も使いやすいし、こっちの方が移動もしやすい。こうやると移動しにくいですよ。持ってる方の腕の足が上がってしまうとすごく移動しにくいんですよね。持ってる方が落ちてて重心が右足側にある方が動きやすいんですよね。なので、まずいろんな状況まで考えてですね、動きを、練習できるといいです。こうなって叩けなくはないけどすっごいミスをする人っていうのは肩のポジションに原因があると思います。動画撮影など自分でされてですね、こっち側斜めにこうやって上がってないかっていうのをチェックするといいと思います。ちょっとフォアボレーを使って肩の動きを解説したんですけども、それラケット、物を持つっていう基本動作ですよね。その物を持つっていうことができないのに、じゃあラケットを正しく振れるかっていうのはなかなか難しいと思います。物の持ち方はもうこうやって持ってる人とかこう持つ人いますよね。こうやって持つ人、この人が正しく振れるとは思えないんですよね。こう持ってる肩を落としてヘッドを立ててグリップを落として、こっち側で持ってる人はうまいかなと思うんですけど、こうなってこういう構えをしてる人はもうこの時点で肩はもう制限されてますからね。ここからじゃあいろんな球が打てるかってなるとやっぱ難しいし、これで足が使えるかってなるとまたちょっと疑問ですよね。これは足使いやすいけどこれは足使いづらいっていう風になるので、このポジションものすごく大事なので、またいつか同じようなの、またいつか機会があったら